どうぞ。はい、ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバののババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンアビババイバイ。ついたか？はい。藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにおやつのカリカリを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白茶のゆりさん、白黒のクーターくん、三毛猫のたまちゃん。画面に収まっておりませんが、グレーのグーちゃん、チャトラのマサルくんと、我が家には全部で5匹の可愛い猫ちゃんがおりますよ。で、5匹の可愛い猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ゆりたん食べたか？で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。ゆりさん、決め顔な。いつも殻がお皿が殻になった頃に出てくるから、なかなか食べることができないけれども、わざとかな。今日は一粒ぐらい食べたっぽい感じだったけどな。すっかりなくなったな。しかしなんでさ、人間の目から見たら同じようなカリカリなのにさ、なんでこうやっておやつのカリカリだとこの食いつきっぷりはさ、何なんだろうね、一体。何が入ってるんだろう。怖っ。西船さん、あいやー、はい、あいやーでございます。では、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。はい。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、はい、もう一回、一緒に言っていただけると嬉しいです。入るのかい。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。ぐーちゃん入っちゃったからな。見えないけれども。エア猫にジャスティース。今日は左右。あ、ま。ごくごく飲んじゃった。今日はせいでございます。西船さん、ジャスティース。ヨッシーさん、ジャスティース。カニタンさん、ジャスティース。ケンタマさん、今夜もジャスティース。
藤子さん、皆様こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ピヨンさん、ジャスティス、ありがとうございます。まあ、しかし、なくなっちゃうと、一向に猫の姿は楽しめないな。これどうしたらいいんだろうな。相変わらずだな。で、何の話何の話、今日はゴールデンウィーク。今日はゴールデンウィークなのな。なんかね、休みの日だからさ、まだ金曜日なんだよね。なんか土曜日な感じがしちゃってさ。で、なんか明日日曜日なのかしらみたいな感じがしちゃうけどさ。まだね、金曜日だったんだよね。で、今日はね、燃えないゴミというか、燃やせないゴミというか、なんて言うんだろうな。ガラスとかさ、あとカセットガスの、空になったカンカンとか、そういう普通ゴミに出さないゴミっていうのかなの回収の日で月に2回あるんだよね。第1金曜日と第3金曜日と。で、この前ここの上の蛍光灯な、チカチカしてるやつ取ったじゃんか。一昨日か。だからそれを、そうだ、今日捨てられるなって思ったんで、今日は早速それを捨てましたよっていう感じ。で、今日は金曜日だけどね、休みの日だから農協はやってないからと思って、どうしようかな。野菜な。昨日大根結局食べきっちゃったもんね、と思って。で、スーパーに行ったのかな。スーパーに行って、今日はなめこがね、30%引きだったんだよね。で、なめこ買って。で、一応ネギ量少ないけどどうしようかなと思いつつな。まあ、なんとなくネギがいい気がすると思って今日は。なので、ネギが30%引きになってたんだ。刻んであるやつね。を、買って、で、それでいいかと思ったんだけど、なんか今日はね、コーンサラダ、コーンが乗っかってる、キャベツの千切りの上にコーンが乗っかってるサラダ、あれ今150円すんのな。これで150円かと思っちゃうけどさ。でもなんか今日はどうも私はこれが食べたいらしいぞっていうのでね、なんか妙にそれがね、気になっちゃって感じだったんで。まあ一回150円だしね、みたいなね。まあどうせ栄養はないんだろうけれども、それに150円も払うのかと思ってしまうけれども、でもなんか知らんけど、私は今日これが食べたいと思ったんで、それ買ってきてね、今日は早速お腹が空いたので、そのサラダをさっさと食べ、で、なめことネギの味噌汁にして、ご飯入れて、おじやにして、お昼は食べましたよっていう感じ。西船さん、どっか行かれましたか？スーパーに行きました。あと、ドラッグストアな、目の前にファミマがあるんだけど、今日は昨日、フニャータが売れたので、それをね、送るのに、ファミマに行くんだけど、ファミマの隣にドラッグストアなんだよね。だからそこがさ、10%、日用品が、まあ10%引きで、食品だとポイント5倍ってやつで、あんまりお得感がないんだよ。で、そもそも値段がね、元々の値段が安くない上に割引もあんまりっていう感じなんで、なんかあんまり欲しいものがないんだけどね。まあ、そのファミマ行った、ついでに一応何かしらあるかもしれないと思って覗くんだよね。そしたらね、今日はね、七味が30%引きになってたんだよね。で、七味かと思って、七味まあ別にそんな使わないからそんないらないっちゃいらないんだけど、ただまあ日持ちするし、でまあ時々欲しいなっていう時あるし、だから別にあってもいいかと思って。で、そもそも高いもんじゃないのに30%引きだからさ、ねで、3個あったわけよ。で、1個だけ買うのも、なんかなと思って。だから全部これ買っとくかと思って。全部買っとくかと思ってね。七味、普通のさ、ちっちゃいやつ。卓上乗ってんのかな。
あれを3個ね、買って、で、あとね、それは、割引のやつってクーポン使えないから、ね、わざわざ来たのにさ、クーポンあるのにさ、ゴールデンウィークのクーポンとかもあるのにさ、なんか使わず帰るのもなんかなーなんて思ってさ、散々うろうろお店の中をうろうろしたんだけど、なんかやっぱり欲しいものがなくってっていう感じで、なんだったっけ、電池ね。電池がさ、ちっちゃいのがあったんで、これでいいかと思ってね、電池にはクーポンが使えるから、それでね、徐々に備蓄を少しずつ増やしつつある、今日この頃でございますってお買い物でしたな、今日はな。どっか行かれましたか？ドラッグストアに行きました。てんたまさん、はわくごみっていうもの、読めないけど。そう、多分それのことだと思う。なんて読むんだろうな。てんたまさん、なめこは納豆に混ぜたい。へえ、そうなんだ。なめこ納豆に混ぜて食べたことなかったな。今、そう、ちょうど納豆あるからさ。だからまあ、ネギ買えば、納豆にも入れられるし、ネギでいっか、みたいな感じで買ったんだけどね。結局、今日は納豆は使わずじまいで、ね、なめこのぬるで済ましちゃった感じ。昨日は、あれだっけ、オクラのぬるぬるで済ました感じ。なんでぬるぬるが必要なんだかわかんないけど、そんなルーティンになってるな。てんたまさん、七味か。そう、七味ってほぼ使うことないんで、うちさ。そんなにうどん食べるわけでもないしさ。で、七味っつったらうどんぐらいにしか使わないからさ。そんないらないんだけど。ねえ、なんか、なんとなく、まあ、日持ちするしね、と思って。なんか、全部買っとくと思ってさ。で、買ったんだよ。で、まあ、七味で、まあ、だいたい一人100円ぐらいのもんじゃん。で、30%引きだからさ、まあ、60円ぐらいか、とか思って。そしたら、まあ、電池も安いやつ、ね、高いやつじゃなくてさ、安いやつ買ったんで、まあね、4、500円、まあ、4、500円ではあったんだけど、4、500円ぐらい、400円ぐらいかね、なんて思ったんだけど、なんか500円ぐらいだったんだよね、トータルが。あれと思って。なんか、安いの買ってお得したんだったはずなのに、なんかお得感がないのはこれ何なんだろうとかって思ったんだけどさ。まあでもそもそもそうね、七味が30%引きで60円ぐらいだとして、638、180円か。まあ200円、約200円と考えて。で、電池がね、消費税込みで200いくらぐらいかなって考えると、まあやっぱり400いくらだよね。なんか500円近いからさ、おかしいな。おかしいな。なんかお得感ないな、みたいなね、そんな感じだった。ピョンさん、お稲荷さんっていなり寿司のことでよろしい？そうです。なんか間違えたかしら、私。ごめんなさいね。てんたまさん、七味を買い占めですか？えーっと、はさいごみ、はさいごみ、はさいごみ。はい。覚えられない。はさいごみです。そうでございます。そっか。お稲荷さんって打ち込んだ時になんか違和感あったけど、でも合ってるよね。間違ってないんだよね。じゃあいいかと思って。で、そのままお稲荷さんっていう風にしたんだけど、そっか。お稲荷さんっていなり寿司って書かなきゃそうだね。わかんないね。いなり寿司って書けばまあわかるけどね。お稲荷さんって言われると、ちょっとわかりづらいよな。確かに、いなり寿司っていうふうには、頭がいかなかったな。はさいごみ。吉井さん。私は一味と七味ともに100均で購入しています。そうだね。100均の方が安かったのかな。なんかあんまりお得感なかったのがなんでなんだろうってね。不思議でならないんだよ。
だからレシートでさ、割引されてなかったのかなと思って確認したんだけどさ、ちゃんと割引されてるわけ。だから、なんで、なんかおかしいなって感じだったね。てんたまさん。ダイソーに売ってますよね。キューピーのマスタードもスーパーより安い。あ、そうなんだ。キューピーのマスタードなんていうのも売ってんだね。そうなんだ。ダイソーの方が安いんだね。なんかダイソーの方が量が少なくて割高だったりとかね、すんのかなと思ったんだけど、同じ商品が100均で売られてんだ。ね、まあ、100均つっても今110円まあ、108円になるのか。ね、だとどうなのかなって思ったけど、100均の方が安いんだね。調味料はほぼ買わねえからな。100均でな。そうで、今日なんで、左右かというと、なんか今日は夕方ね、そう、お昼はさ、なめことネギの味噌汁でおかゆにして食べたけどさ、夕方急におにぎりが食べたい病が始まったのね。おにぎりが食べたい病が始まって、で、昨日、蜂蜜の大根漬けをさ、作ったけれどもさ、そうだ、うちに味噌汁じゃない、梅干しがあるから、梅干しもこの蜂蜜漬けにしちゃったら美味しく食べれんじゃんと思ってさ、蜂蜜漬けにしてみたのよね。で、梅干しがあるから、そうだ、梅干しもあるから、おにぎりの具は梅干しにして、ね、ご飯炊いちゃおうと思ってね、備蓄してあった白米をまた解放しまして、ご飯炊いてね、で、おにぎりをさ、作ったんだけど、まあ、もともとはしょっぱいね、備蓄用に買った梅干しな、酸っぱいっていうのかな、しょっぱいっていうのかな、しっかり昔ながらの梅干しを、ちびちび食べてたんだけど、それをさ、蜂蜜漬けにしたからさ、食べれんじゃねえのかと思ってさ、それをな、具にして、で、おにぎりにして食べたけど、まあ、昨日漬けたばかりなんだよね。で、でっかい梅干しだからさ、まあ、酸っぱい、しょっぱいんでさ、で、ただ、おにぎりが食べたい量でね、全部食べたんだよね。いや、この梅干しはちょっときついな、でかすぎた。このご飯の量に対して、梅干しの量が多すぎるなっていうので、まあ、泣きながら食べたんだけど、泣きながら食べたんだけど、とにかくおにぎり食べたい量だったんでね、全部食べちゃったんだよね。で、喉が渇いてて、さすがにな、まあそうだよねっていう感じなので、今日は塩は入れず、左右でな、で、さっきやっぱり喉が渇いたなと思って水をガブガブ飲んでたんだけど、まあそれだけじゃ足りなくてな、なんだ、このジャスティスの左右な、美味しくガブガブ飲みましたよっていうね、ご報告でございます。西船さん、ナイスパー。ありがとうございます。差し支えなければ、支持政党はどこですか？ああ、そうね。まあ、今、自民党以外ならどこでもいいんじゃん。自民党以外に入れてくれって感じな、みんなな。自民党以外に分散させて、力分散させて、とにかく自民党一党でね、力を集中させないでっていうね、思いがあるので、まあ、みんな自民党以外に入れてくれ、頼むからみたいな。そんな感じで、まあ、強いて言えば言うこと自体はね、自分の考えに近いっていうのかな。なので、まあ、参政党がまあ今のところね、思いつくところではいいのかなって思うんだけどさ。ね、まあとにかく、どこでも自民党以外なら、今、いいっすっていう。そんな感じな。特別、支持政党はあるわけではないんだけどな。まあ、考えが一番近いのは参政党かなって感じな。カニタンさん、ニャイスパ。西船さん、政党、ニャイスパ。
ヨッシーさん、にゃにゃいスパ。にゃ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 言ってんな。大樹さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソは本日もしぶとくやっておりますよ。大樹さん、天太さん、大樹さん、こんばんは。西船さん、令和、新選組はどうですか？まあ、令和新選組はあんまりよくわかってないんだけど、それって山本太郎のとこだったっけ？なんかライブやってるよね。なんか1、2回ぐらい見たことあるかなって思うんだけど。まあ大体近いみたいじゃんか？参政党と。なんか参政党とだいぶ近いみたいだけど、ただまあワクチン推進派なんだっけね、令和はね。だからそこがちょっと考え方が違うかなっていう感じかなっていう印象。ちゃんと調べてないからわかんないけどね。西船さん、急に政治の話をしてすみません。まあね、今年はちょっとみんな、とりあえず投票行こうぜって。私も政治のことはあんまりわかんないけど、とにかく声を上げないことには、それいいよっていうね、自民党の好き放題、やり放題を、黙認することになってしまうから、それは、ダメ、責任放棄みたいな感じになってしまうので、まあ、とりあえず投票があるときは投票に行って、で、まあ、反対票っていうのかな、白紙とか、まあ、とにかく、なんだかわかんないけど、自民党以外に、入れてくれ。みたいな、そんな感じでございますよ。で、あとは何だったっけ？あとは、今日はなかったんだっけ？おにぎり作って、味噌汁作って、あとはひたすら動画の編集してただろう？で、お買い物は、ドラッグストア行って、今日は杉薬局には行かなかったんだな。杉薬局には行かなくて、そんくらい。そんくらいかな。じゃあ、タロットカードタイムでもいくか。じゃあ、本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。そういえば、政治の話というかさ、今日ドラッグストアに行った時にさ、同じマンションの人がさ、そこのお店で働いてんだけど、なんか今日は出勤してる日だったみたいでいたんだけど、でよくその人話しかけてくるんだけど、たまたま今日はずっと他のお客さんとお話をしてたんでね、私のところに話しかけてくるっていうのはなかったんだけど、で、そのね、他のお客さん、私は知らない人なんだけど、と話してる内容で、へえ、そうだったんだって思ったことがあって、まあ、要はそのワクチンね、受けてる人がね、国民ほとんどだっていう話じゃん？受けてない人ほとんどいないよって話だったんだけど、ね、だから、私の周りにはいないのかな、なんていうふうに思ってたんだけどさ、そのね、この同じマンションに住んでる従業員の人が、なんかワクチン一回も私打ってないもんとかっていうふうに言ってて、で、へえ、そうだったんだ、なんて思ったんだよね。そしたらその一緒に話してるお客さんも、俺も、一回も打ってないとかって言ってて、あ、そうなんだと思って。意外と打ってない人、周りに結構いたんだなって思うのがね、なんかへーって、ちょっと意外だった日だったかな。あとは、なんかあったっけな。あとは、今日は何かありましたかね。今日はね、動画、猫の動画をなんかちょいちょい見たかな。あ、そう、さっき見た動画さ、なんか蜂の頭が取れてて、
なんかね、蜂の頭が取れてて、一生懸命戻そうとしてるところ動画に撮られるみたいなタイトルの動画があったんで、何それ何それとか思ってさ、見てみたんだよね。なんかスズメバチの頭が取れててさ、で、一生懸命ね、頭を戻そうとしてるのかなんだかわかんないけどさ、まあ、とにかくその動画がさ、BGM が、なんかおしゃれなカフェで流れてるような、なんかジャズのようなね、そんな、BGM だけ。だからなんかね、特に、頭取れちゃった、やばい、みたいな、そんな感じの雰囲気の、動画なわけ。なんじゃこりゃと思って。で、これ頭戻るのかなと思ってずーっと見てたんだけど、まあ動画の尺自体がね、1分程度の動画ではあったんだけど、とにかくこれ戻るのかなと思ってさ、すごいずーっと最後まで凝視して見ちゃったからさ。で、結局最終的に戻らないよね。ずっとそのおしゃれな BGM をね、バックにさ、頭取れてる蜂がね、やべえ、取れちゃった、どうしようっていう感じの動画。何これと思ってさ、どうしてもうこの BGM のチョイスすげえなとかって思うんだけどさ、まあそこにね、書き込んでるコメント自体もさ、もう面白いわけよね、みんなね。どうしてこんな頭いいんだろうって思うくらいにさ、まあ面白いコメントをさ、ね、残していくし、だからね、そういう手のね、今日は短いんだけど、横動画ね、縦動画じゃなくて短いんだけど、動物ものの横動画。今日、鳩な鳩動画をよく見た、今日そういえばさ。なんか一個鳩の動画をクリックしちゃったらさ、結構鳩ネタあるみたいでな。なんか鳩の動画結構見たんで。で、最初、なんか電車に乗っちゃう鳩。電車に乗っちゃう鳩みたいなんだったっけな。なんか、ほら、電車のドアが開いてて、で、そこに入っちゃったんだよね。で、入っちゃって、で、ドアが閉まります。ご注意ください。みたいな時に、なんかね、そのタイミングで出ようとするんだけど、ドアが閉まっちゃったんで、びっくりして、後ずさりして、そのままドア閉まって、電車発車しちゃって、連れてかれちゃった、みたいな。なんかそんな結構電車系かな、やっぱりね。電車に鳩多いみたいだね。なんかそんな動画見ちゃって。で、あとなんかセンサーで、ホームドアなんだけど、ホームドアじゃなくてさ、なんかロープでできてるホームドアみたいな、そんなんがあって、なんかあれが、電車が来ると、ロープが上に上がるのかな。なのでね、センサーで近寄らないように、そのロープに力寄らないように、なんか注意が流れるみたいなんだけど、とにかくそこは鳩が歩ってるんで、鳩がセンサーに引っかかってね、なんかずっとご注意くださいってね、言わしてるっていう鳩とか、あとね、さっき見たのはね、なんか冬なのかな寒いのかな時に、電車に乗ったらあったかかったみたいで、ね、その足元あったかいじゃんか、そこでなんかうっとりしてる。うっとりしてる鳩とかね。なんかもう本当動物ものの動画はいいよな。ほっこりする幸せになれるよな。まあ、その虐待みたいな動画だとちょっと逆に嫌だけどね。そうじゃない、その日常系のやつ。あと、エレベーター、エスカレーターの手すりの上をさ、歩ってる鳩な。だからなんだ、ウォーキング、じゃあ、ロードランナーっていうんだっけみたいな。ロードランナーじゃなかったっけなんだっけなんかジムにあるような器具みたいにね、なってて、ずっとその上をね、歩ってる鳩とかね、なんか面白かった。そんなのをね、ずっと見てました。天玉さんかわいそうね。あれ、なんで頭取れんだろうなんで頭取れちゃうんだろうね。謎だよな。なんか
か撮影されてたっていう動画だった。大工さん、はい。LINE でリアストップありがとうございます。西船さん、はい。LINE でリアストップありがとうございます。では、皆様から LINE でリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカードを、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。おっと、大アルカナだ。1番のカードだね。大アルカナ。1番のカード、マジシャンのカードな。材料は全部揃ってるから、あとはやるだけみたいなカードだけど、逆位置になるとこれどういうことになるんだろうな。てんたまさん、イタリア映画の世界残酷物語の音楽、だけが、いいのを思い出しました。残酷物語の、音楽はいいのか。じゃあ、あんまり残酷に感じないみたいな。そう、だから BGM のチョイスでな、全然、動画、なんて言うんだろうな、歌えることが変わってくるっていうのかな。だからこれがもう本当に残酷な音楽だったらね、もう悲しい動画になるのにさ、もうおしゃれなカフェで流れてるような、ジャズになっちゃってるもんだからさ、なんかもう、やべえ、撮れちゃった、みたいな。そんな動画になってるのがね、なんかすげえなって思ったよな。マジシャン。タロットか。タロットって言わないと、なんか、耳が大きくなっちゃったあの人が出てきちゃいそうだもんね。タマさん読んだ。西船さん、ジャンボフェリーも良いですよね。イタリア残酷映画の、音楽とジャンボフェリーだな。マジシャンの意味。いろいろあるカードの中でもメジャーと言えるタロット牌。マジシャンの本来の意味は、スタートを意味しているカード。見る人がいなければ魔術をしない魔術師は自分の舞台に自信を持つことができれば、人々の楽しみや喜びへとつながることを指しています。また、スピリチュアルな意味では、錬金術を表すカード。0から1を生み出す能力を持っている。では、魔術師の絵について、無限大まで想像することができる。ウロボロス、赤いマントに白い衣装、右手に魔法の杖、左手で大地を示す。テーブルの上の棒、聖杯、剣、金貨。赤いバラと白いユリ。右手と左手のポーズは、皆さんも馴染みのあるお釈迦様が誕生の際に、7歩歩いて天上天下唯我独尊といった時のポーズと同じ。つまり堂々と魔術師が登場したという、場面。頭上の無限大のマークやウロボロスはあらゆるものを創造。魔術師が作り出すものは周囲を新しい刺激にさらし、本当に必要なものを作り出すのです。逆位置の意味。低迷、スランプ、失敗、消極的、混迷、やる気の枯渇。このカードが逆位置で出たときは当たり前ですが、正位置とは逆の意味。理由もないのにスランプに陥ってしまったり、何事にも消極的になってしまう。その姿は未熟で能力が不足しており消極的になっている。混迷や停滞期なので成功を収めたり、
結果を出すことが難しいため、先走って行動することなく歩みを緩やかにして知識を得るなどの勉強が必要。恋愛、逆位置、対人、仕事、今ぶつかってる問題、もっと詳しく知りたいなら、違うな。これまとめじゃないな。まとめをちょっと他のところからもらっていきましょう。深読み。なんか難しいな。まとめ。0を1にするカード。逆位置なら行動の前に勉強や改善ができる状況を表すカードでした。魔術師にはすべてを想像する元素が書かれています。逆位置の場合は、新たな何かを求めず、すでにあるものを深めて改善してみると良さそうです。はい、わかりました。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの回は、新しいものを想像するのカードだけれども逆位置なので、今持っているものを深めるっていうね、意味になるらしいよ。はい。参考にしていただけてたら幸いでございます。ジャンボフェリー。てんたまさん、届けてよ。ジャンボフェリー。ねえ、カニタさん、それは CM ですかCM、なんだっけ。イタリア残酷物語の CM？違う、ジャンボフェリーの CM？てんたまさん、港に着岸するときに、ジャンボフェリーのテーマが流れるのですが、これが名曲なのですよ。そうなんだ。そうなんだね。ジャンボフェリー好きな人いるんだな、いっぱいな。てんたまさん、YouTube でも聞けますよ。なるほどな。カニタンさん、聞いてみたいね。てんたまさん、カニタンさん、ぜひ。西船さん、てんたまさんは、年に何回ジャンボフェリー乗ってますか？てんたまさん、昔は月1で乗ってましたが、最近は年に2、3回ですね。ですかね。よしさん、私もジャンボフェリー乗りたい。てんたまさん、ヨッシーさん、ジャンボフェリーオフしましょう。ヨッシーさん、二人を結ぶジャンボフェリー、今聞きました。おいいね。てんたまさん、藤子さん、よろしければ、ジャンボフェリーボールペン差し上げます。ありがとうございます。ボールペンね、前はさ、よくさ、もらってたわけよ。投資家フェアっていうのかな。株の、なんだっけ、投資家フェアに行くとさ、で、ブースでお話聞くじゃんか。そのたんびボールペンくれるような感じでさ、もうすぐボールペン集まるんで、で、投資家説明会とか行くとさ、そこでもボールペンくれんじゃんかみたいのでさ。で、それに週1は行ってたよね。最低週1は行ってたんで。だから週に1本はボールペンもらってくるような感じだったんでさ。気づくと家の中ボールペンだらけになっててさ。で、それをジモティで出品してたりとかしてね。だからそうしないとうちの中ボールペンだらけになっちゃうからさ、みたいな感じだったんだけど、もうそれらに一切出なくなったんで、で、結構私、最近は書かなくなったけど、前はとにかくよくさ、メモする人だったんだよね。メモマだったんだよね。なので、ボールペンがなくなることがよくあってさ、昔はさ、子供の時なんかボールペンなんかさ、これいつまでも書けるのさ、一生書けるんじゃんって思ったからさ、こんなんなくなることなんかあんのなんて思ってたのにさ、ね、それから大人になってから何本ボールペンが、全部インクなくなるまで使ったかってね、思うぐらいなんでさ、
これ今使ってるボールペンな、買ってさ、備蓄用に買ったんだよね。あまりにもボールペンもうね、なくなっちゃって、ね、使い倒しちゃったんでさ、買ったんだよ。で、それを今ね、使っちゃってる状態なんでね、備蓄用のボールペンが今ないんで、なんかね、ボールペンわざわざ備蓄するっていう気にもなんとなくなれなくて、なかなか買おうっていう気力がないんだけどさ、そうやってさ、すぐもらえるもんじゃんか。そういうのもあって、なんか買おうって気にはならないんだけどさ、一応備蓄用に買っといたんだけど、それを今使っちゃってる状態なのでね、ボールペン今はね、もらえると、嬉しい。嬉しいよって感じ。そう、だからメモマだったんでさ、なかなかね、うっすら霊視できるみたいな感じの人が、なんかお友達だった時とかもさ、あって、だからそういう人にさ、なんか、もしかして、メモマって言われたことがあって、なんかその時は全然書いてなかったんだよ。その時は全然書いてなかったんだけど、ただなんか言われた時に、あ、ちょっと待って、メモするからっていうふうに言って、紙を取りに行ったんだよね。で、その時に私がいつもなんか書いてる姿がなんかパッと見えたみたいでさ、もしかしてなんかメモマーとか言われて、なんか書いてる姿が見えんだけどって言われて、あ、そうなんだ、みたいな感じでね、自分では全くもってそのメモマーっていう認識、はなかったんだけど、言われて、はあ、そうなのかと思ってね、私はメモマなんだなって思ったんだよね、その時にね。そう。今聞きました。ボールペン差し上げます。天玉さん、神戸で美味しいパンとか、テイクアウトの料理を買って、ジャンボフェリーで、飲みをするのが楽しいのですよ。なるほどな。そりゃいいな。そう、私もだからバスに乗るとさ、ね、コロナの頃はさ、バスの中で飲食禁止みたいな感じだったからさ、あれだったけどね、今ほら解禁されてさ、やっぱりね、なんかバスの中でさ、なんかね、飲み食いできるのって、なんか、ね、いいよね。楽しいよね。なんか、なんか旅行してるな、みたいなさ、そんな気分になるよな。一気にそんな気分になるよね。そういうところがいいよね。ジャンボフェリーでもそんな感じなんだな。ヨシーさん、てんたまさん、それは、ジャンボフェリーを使ってかなりエンジョイしてますね。いいね。なんかみんな結構ジャンボフェリー好きな人いるみたいだな。あとは何の話ができるかな。ジャンボフェリーオフ。ただそうそう、だから船な。あ、でもジャンボフェリーは揺れないんだったっけ？揺れないんだったら大丈夫かな。なんかほら、船の上でね、ディナークルーズか。ディナークルーズで酔っちゃって全く持って食べれなくてね、お金無駄にしたよっていう経験があるんでさ。なんか船の上でなんか食べたいっていう気にはならなかったんだけどな。ジャンボフェリーは揺れないんだね。ヨッシーさん。てんたまさん、それはジャンボフェリーを使って読んだ。てんたまさん、ヨッシーさん。展望風呂もあるので、あ、そうだった。えーっと、ハートで見えない。ハートで見えない。風呂上がりにエンジョイできるのですよ。あ、いいね。それはかなり楽しそうだ。風呂が、船の中で風呂なんて考えたことなかったけど。でもまあ、ね、そうだよね。豪華客船とかであれば、まあ豪華でなくてもあれかもしれないけど、その長旅するんであればね、お風呂も必要なんだろうから、あるんだろうな。全然お風呂をさ、船の上でね、お風呂入るって考えたことなかったけど、そうだよね。それはあるんだもんな。そうで、さっきちょっと見て、短い動画だからね、短い動画だなと思って見たんだけど、もともとは
駐在所だったところを、リノベーションっていうのかなして、家族が住むよっていうところね、今、リノベーション途中だよ、みたいな、そんな動画をさっき見たんだけどさ、それがね、ピンク色だったんだよね。だから、もともとピンク色だと思うんで、ちょっと、汚れた感じ、古びた感じの、建物で、で、元々のこれは塗った色じゃなくて元々の色だなっていう感じの建物だったんだけど、それがね、ピンク色だったんだよね。だから、へえと思って、ね、昔で駐在所がピンクってさ、なかなかね、安心感があっていいよねっていう感じのさ、建物だったんだよね。で、まあ、まだまだこれからっていう感じだったんで、元々の感じ、だったんだけど、かなり広くって、で、まあ、駐在所のところは、ここ、入り口があって、対面式で、カウンターで、みたいな感じなんだけど、だからそこをちょっとしたカフェ的な、なんかね、お店、店舗としても使えるんじゃないか、みたいな感じになってて、で、その隣に、なんか住宅用の玄関があって、で、入ってって、だから、駐在所っていうのは本当にお家なんだなっていう感じだったね。普通に住めんじゃんと思ってさ、そうなのか、おまわりさんここに住んでたんだ、みたいな。なんかそんな建物だったんだよね。あ、そうなのかと思って、普通にお家だったね。なんかうちのばあちゃんちと同じような感じっていうのかな。間取り的にはうちと同じ感じっていうのかな。玄関があって、で、6畳が2つと、で、あと他のとこに4畳半の部屋があったかな。で、お風呂があって、で、トイレがあって、みたいな感じだったんだよね。まあ、横長っていうのかな。ねえ、だからなんか、いいな。いいなとかって思って。で、まあ、部屋の方はまあ別にピンクじゃないんだけど、お風呂の方、お風呂とか洗濯機とかがある、部屋かなの壁が、まあ、ピンクだったりとか、お風呂の壁がピンクだったのかな。で、その洗濯機とか洗面所があるところの壁が、なんか青で、花柄でさ、ただそれがね、今時の感じじゃなくって、昭和な感じっていうのもともとこんな花柄だったんだと思ってさ、この駐在所、なんかね、すげえいいな。すげえいいな、みたいなね、感じ。だからこの花柄、昭和な感じの花柄、なんかそのまま撮っといてほしいなっていう感じのね、なんか建物でな、なんかいいなと思ってワクワクしながらね、見とりましたよ。C さん、展望風呂ですか。最新型のフェリーなんですね。あ、そっか、最新型なのか。てんたまさん、メッセージが撤回されました。ジャパンさん、ジャンボフェリー乗りたくなってきましたね。そんなにみんなでね、押されたらな。なんか乗りたくなってきたよな。西船さん、おい、ジャンボフェリーオフ会。てんたまさん、去年、新造船の葵がデビューしましたので、ね、新しいんだね。そういえば今日さ、そのおにぎり食べたい病でさ、ほら、海苔を新しく買ったんで、もともと家にね、取っておいた海苔をさ、使ったんだよね。そしたらさ、それがね、山本山だった。山本山の海苔なんか見たことないとか、散々言ってた割には、うちにあったよって感じな。あ、なんだ、これ、山本山だったと思ってね。だからもしかしたら初めてかもしれないけど、今日は私は山本山の、海苔を食べました。みたいなな。そうで、蜂蜜漬けね、大根の蜂蜜漬けさ、瓶の中にさ、もう大根をできるだけギッチギチに詰めて、で、そこに蜂蜜かけてね、
で、まあ、瓶いっぱいっていうのに蜂蜜がね、なるように、ひたひたにして、で、冷蔵庫に入れたんだよね、昨日ね。そしたら今日になったらもうすっかり、なんだ、大根の水分が抜けてかな。なんかもうね、全然大根浮いてて、おーと思ってね。すげえ一日でこんなんなるんだっていう感じでね。なんか大根美味しそうだったけど、もうちょっとつけてみようかな、みたいな、感じ。西村さん、葵の足湯好き。あ、足湯だったら手軽でね、いいよね。足湯はいいな。足湯もあるし、お風呂も両方あるっていう感じか。天玉さん、西船さん乗ってるし。乗ってるね。タカゴンさん、初見です。ありがとうございます。ねタカゴンさんは猫好きで来てくれたかな。残念ながら猫の姿が、楽しめない猫チャンネルの、ライブでございますよ。申し訳ね。期待して来てくれてたら申し訳ねっていう感じでございますよ。てんたまさん、たかごんさん、はじめましてね。皆様、ゴールデンウィークはどうお過ごしでしょうかね。ね、今ほら、ベランダも全然食べられるものがないっていうか、育ちが悪いんでさ、もう栄養がない土で無理やり育ててるんで、まあ全然成長しないんでさ、食べられるものがなくて。ただまあね、植えたつもりのないシソがいろんな鉢に植わってて、それが順調に成長してるんでね、もうすでに2回ぐらいシソの方は収穫したんだけど、まあそんくらいで、で、あとは今ね、土用なんだよね。春の土用なんで、土いじりは、しちゃいけない時期で。で、ゴールデンウィーク明けに開けるのかな。だからまあそろそろ開けるんでね、そろそろ土いじりにはいい時期ではあるんだけど、ただまあいい時期つってももううちは何もかも育ってなくて、停滞中なんで、なんか特に動くこともできずみたいなね、感じでございますよ。タカゴンさんメッセージが撤回されちゃったよ。ご挨拶してくれたのに撤回されちゃった。てんたまさん、たかごんさん、はじめまして。西船さん、たかごんさん、はじめまして。ジャパンさん、たかごんさん、はじめまして。西船さん、はい。2度目の LINE デリアストップを止まったぞ。ストップされました。ジャパンさん、わらわらね、嫌われちゃったみたいで。よくあるんだよな。なんでかな。あと何したかな。今日何かしらの YouTube 聞いてたと思うけどな。まあ今日もあれだな。体内記憶のある子供の動画見てたと思うんだけど、なんか、そう、特にこれ話さなきゃっていうネタはなかったかな。なかったかなって感じ。てざまさん、タカゴンが、ウルトラ Q の怪人のように消えた。ウルトラ Q。ね。あと、なんか、ウルトラ Q。あ、そっか。今日はその、体内記憶のあるね、子供のチャンネルで言ってたのはね、やっぱりタイムスリップしたことあるっていう人がね、コメントを来てたっていうので、いたぞ。他にもいたぞ。他にもいたぞと思って。で、その人はなんか、まあでも、って言っても5分だけなんですけどっていうので、ただ5分だけなんだけど、なんか何回かしてるらしいんだよね。で、なんか5分前にタイムスリップしちゃうらしいんだよ。で、なんでタイムスリップしちゃうのか、きっかけがわかんないし、だいたいその5分巻き戻ったことに何の意味があるのかがね、さっぱりわかんないんだけど、
まあ、とにかく5分タイムスリップしちゃったことが何回かあるっていう人がいてな。それは、なんだろう、ちょっと不便だね。ちょっと不便だよな。なんか自分がね、ちょっと5分戻したいみたいにさ、なんかね、操作できるようならいいけどな。勝手に戻っちゃって。しかも戻ったことに何の意味もないっていう。もうなんだよ、みたいな感じだよな。そんな人いるんだなっていうのがね、あったね、今日ね。西花さん。タカゴンさん、ジャンボフェリーに、乗りたかったかな。乗りたかったんですかね。そうかもしれないね。そうだね。それで、コメントしてくれたのかもしれない。ごめん、私が広げられなくて。ジャンボフェリー乗ったことないんで、話を広げられなくて、すまなかった。申し訳なかった。なんだよ、タロットカード、怒ってんじゃん。怒ってるのが天使さんのカードでございました。よかったね。テンタマさん。きっと時を遡り、今はなきジャンボフェリー、コンピラ2に乗船して海の彼方に消えたのです。そうか。説明な。ゆりたんはうんちかな今なんかね、変わった声が出ましたね。ゆりたんはこれからうんちタイムに入るんですよ。なんか最近あんまりね、食べないんだよ。まあもともと食べないけど、最近ほんと食べないんで、食べてないものは出ないんだよな。でも、うんちしたい気持ちだけはなんかね、夜最近あるみたいで、夜中騒ぎ出すんだよね。今ちょっと、うんこタイムのようですな。てんたまさん、その天使がタカゴンだったのかもしれない。はい。物語は続きます。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間だけお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。